真っ白な電子書籍端末が好き。こんにちは。電子書籍端末は白花トバログです。今回はですね、最近ちょっと新調をしましたブークスの Go7 っていうね、新しい電子書籍端末について紹介していこうと思います。これ筐体がまず真っ白で、なんかね本みたいに読めるっていうのがすごく良くて、かつレスポンスもね電子書籍 e インクペーパーなんだけどかなり早いっていうところが、めっちゃ使いやすいんですよね。本当に購入してから今3週間ぐらいでこの動画撮ってるんですが、ちょっとね想像の上を行く使い勝手だったので動画で紹介していこうかなと思います。今もし電子書籍端末を買おうとしてる人はこれかなりおすすめかもしれません。それでは早速いってみましょう。ちっちゃ、箱がめちゃくちゃちっちゃい。すごいなこの感じ。はい、というわけでこちらがブークス Go7 の箱ですね。いやーコンパクトだな。開封、よいしょ。いい色、いい色じゃないですかこれ。軽い、いいなこの感じ。ちょっとなんかねレトロっぽいような風合いがあって、このスタイルめっちゃ好きかも。ちょっと開けてみますね。すごいめっちゃいいかもこの感じすごい好きですっていうところで、よいしょ。はい、どっちだろう、こっちかなこっちかな。はい、というわけでこちらがねブークス Go7 ですね。これはモノクロの表示のモデルで、同じ時期にね、カラーっていうやつも発売されたんですけど、個人的にあんまりカラーディスプレイそんなに好きではなくて、ここは後で話そうと思うんですが、今回はねモノクロのディスプレイ、本を読むのに特化する形なのでこれを購入しています。いやめっちゃ良くないこれ。なんかカラーに関しても本当に落ち着いた白というか、真っ白すぎずちょっと緑と暖色がちょっと混ざったような感じの白っていうところで、背面がこれ分かりづらいと思うんですが、かなりゴツゴツとしたサンドブラスト加工みたいな感じの、なんていうんだっけ、粉体塗装、ちゃんとこうザラザラしてて滑りにくいねプラスチックに塗装が施されていて、ここケースなしでもめっちゃ使いやすそうでいい雰囲気です。でこの薄さですよね。いいね。やっぱ電子書籍端末はねやっぱこうじゃないとっていうスタイルなんですけど、このサイズと薄さめちゃくちゃ好きですね。はい、っていうところで今回ねこのブークスのやつ購入したんですが、これまでもねトバログではこんな感じでブークスのカラーのものだったり、あとは現在進行形で使ってるものだとこのブークスリーフ2っていうやつがあって、これの実質的な後継機みたいなのがこの Go7 シリーズだと思うんですが、こうやって見てみてもねカラーの雰囲気とかそういうのが結構イメージ変わるんじゃないかなと思います。ブークスシリーズ個人的にはやっぱねこの見た目が、この造形、見た目の造形みたいなのがすごく好きで、結構電子書籍端末いらないだろうみたいな感じになる人もいると思うんですよ。 iPad とかで十分だろうっていうねところはあるんですけど、なんかこの筐体が可愛いところがね好きで使いたくなっちゃうんですよね。ブークスね知らない人も多いと思うんですが、一応紹介しておくと、確か中国かな、中国のこういうね電子ペーパー e インクペーパーを採用したデバイスをたくさん出している会社の製品っていう感じです。他にもねパーム2っていうちっちゃい電子書籍端末から、大きい13インチのもの、そしてディスプレイタイプのものまでねいろいろなラインナップがあるんですけど、その中でも一番スタンダードな本当にテキストを読む、活字を読むためのスタイルっていうのがこれっていうところですね。これまでね Kindle をずっと使ってきたんですけど、ブークスいいところは、これ Android ベースなんですよ。Android ベースなので Kindle の書籍以外も、例えば漫画系のサイトだったり日経新聞みたいなのだったり、そういうね
普通のこの Kindle では読めないようなアプリをダウンロードして読めるっていうところもいいところかなと思います。実際はそこまでめっちゃ使うわけじゃなくて、対応してないアプリもあったり、動作がねちょっと重かったりとかはするんで、そんなにねめっちゃ使うわけではないんですけど、そこが結構ね魅力的かなと思います。そして何より新しいですね。設計が新しくてスペックがこんな感じです。今までのこのリーフ2だと2ギガしかラムがなくて、結構ね重たいアプリとか Android ベースのやつなのでちょっとね開くのしんどいっていうのがあったんですけど、こっちだと4ギガあるので、ある程度そんなに強いわけじゃないけど、ある程度前よりは開くの楽になるのかなっていう感じですかね。で、個人的なねこだわりとして、電子書籍端末はやっぱね筐体真っ白がいいんですよね。正直これはねすごい大事なところだなと思ってて、僕が初めて手に入れた Kindle、 これ Kindle International っていうやつで、中にね SIM が刺さっていて、もう永年無料でインターネットが使えるっていうモデルなんですけど、あとはもう完全にね使えなくなってしまったんですが、これもね Kindle のいつのやつだろう、結構昔のだと思うんですが、やっぱ Kindle ってこう世代を重ねてもね白い筐体出してくれてたんですよ。前にこういうね記事を書いているんですけども、それぐらいねやっぱ電子書籍端末を読むなら紙の雰囲気に近い真っ白い筐体がいいっていうね、ページをめくるような雰囲気で使いたいっていうのがありまして、こういう白い筐体を選んでたんですが、最近の Kindle って真っ白いモデルないんですよね。ちょっとグリーンがかった色だったり、あとは基本的なカラーとしてブラックだったりっていうのがあって、なんで白出さないんだろうとは思うんですけど、その辺ねちょっとこのブークスが汲み取ってくれて、白いモデルと黒いモデル両方出してくれるっていうのが個人的には好きなポイントです。ちょっと筐体自体を近くからお見せしていきたいんですけども、表面はこんな感じで7インチ級の電子書籍ペーパー、インクペーパーを搭載しています。ちょっと解像感まではねこの動画でお伝えは難しいんですけど、かなり近くから見てもこの鉛筆の線がねすごい自然なように見える雰囲気で、これがちょっと特徴的だと思うんですが、丸いボタンが2つ、ページ送りボタンがついていて、これをね押して Kindle とかのページ送りができるっていう感じです。このボタンがここにあることによってデザインがね左右対称ではなくて左右非対称ではあるんですけど、この画面の方向とかもね確かアプリの設定から変えることができるので、左利きだったり右利きだったりも割とこれで対応してくれる感じですね。トップを見ていくと電源ボタンがあるだけ、背面は本当にね、電子書籍端末ということでカメラも備わっておらず、ちゃんとねこのテクスチャー見えるかわからないんですけど、ざらりとしたこういう質感になってますね。あんまりガジェットでこういうざらつく感じ見たことないです。外用の床材だったりそういうのでね、時々見たりはするんですけど、家の外壁とかこういう端末に使われるっていうのは結構珍しい気がしますね。こっち側には USB-C のポート、そしてマイクなのかなとかがあるっていうスタイル。おそらくマイクロ SD 用のやつだと思います。 SIM が刺さることはないのでおそらくそうなんですが、あとこっち側にはねスピーカーがついているので、語学学習をしたい人とか音を聞きながら何かを進めたい人とかにも向いているっていう、そんな感じですね。見た目に関しては本当に電子書籍端末なんだけど、中身は Android ベースなので、できることとしては基本的にはスマートフォンとそこまで変わらないのかなっていう、そういう感じの端末です。ちょっと電源入れてみよう。いいですね。昔のブークスよりもかなりねデザインが落ち着いていて、結構こういう時とかこれの前とかはねソリッドな感じでかっこいいような印象だったんですけど、どちらかというとニュートラルな雰囲気になって、筐体のカラーとかもそうだし、こういうフォントみたいなのだったりロゴっぽいところだったりも若干ね印象が変わってきていますね。ウェブサイトのデザインとかもそうなんですけど、割とねこう中国企業っていうよりかは本当に欧米寄りの、欧米で好まれそうなデザイン性に仕上げてきているのかなっていう、そんな印象があります。今回スタイラスペンが使えるようになったんですけど、ブークス専用のものじゃないと使えなくなっちゃったみたいなんですよね。前のモデルとかだとこういうね
ワコムが出している電磁誘導式の、こういうペン先が使えて、これバッテリーもいらないし、ラミのデザインとかもねこんな感じで売られてったりするからすごい好きだったんですが、これがね使えなくなって専用のペンを買う必要があるみたいです。やっぱね専用のペンって使いたい時にその辺にあるペン使えないっていうのと、あとバッテリーをね充電しなきゃいけないとかになると結構めんどくさいんで、その辺はねもう Apple Pencil だけで運用していきたいところですよね。専用のやつってあんまり好きじゃないんだよな。はい、ホーム画面可愛いですね。モノクロでこんだけ統一されてるといいな。結構なんかサクサクしてる気がする、電子書籍にしては。でこういう感じでとりあえずスクリーンセーバーとか見てみると設定がねいろいろこうやって選べるようになっていて、個人的にはこのカレンダーみたいなのが好きで、これに設定すると閉じた時これになります。これでねもうこう置いとけば、時間はちょっとリフレッシュのねあれがあるんですけど、カレンダーとその情報とかがね一目で見られるようになっていて、これ結構好きなんですよね。待って、最初からプレイストアが入ってる。今までちょっとしたハックみたいなのしないといけなかったんですけど、最初からプレイストアがね入っています。これ結構すごい万人向けに使いやすくなったんじゃないかこれは。はい、ちょっとね初期設定が終わったんですけど、今この動画を撮っているのがさっきの開封動画から3週間後です。がっつりね使い込みながらここからの動画は撮っていこうと思います。はい、こんな感じで動画の中では今多分初期セットアップを終わった段階だと思います。なのでちょっと順を追って説明していくんですが、普通にねプレイストアにログインするといろいろアプリをダウンロードできるので、こんな感じで Kindle とか、Keep のメモとかメモ系とあと電子書籍系みたいなのをダウンロードしています。で個人的に絶対必要だなと思うのが Gboard で、これ結構ね内蔵のなんかこのテキスト入力のやつってあんまり良くないんですよ。精度というか日本語の変換がめちゃくちゃ悪かったので Gboard を入れたら Gboard 普通に Android ベースなのでこんな感じでサクサクにねめっちゃこう快適に変換できるようになったから Gboard は必須かなと思います。あとホーム画面とかの設定とかで言うと結構ねいろいろといじっていて、まずホーム画面のここのねバーを少なくしてもうホームボタンを押したらこのアプリの一覧に戻るようにしていますね。いろいろ並べ替えもできるんですけど、正直このブークスの初期セットアップのこのホーム画面めっちゃ可愛いんですよね。このブークスの UI めっちゃ良くて、なんかこんな感じのこういうね電卓のツールだったり、あとは時計の表示だったり、ちょっと音楽入れてないんですけど音楽の再生周りとかね、結構 UI が電子ペーパーに特化していてめっちゃ可愛いんですよね。こんな感じでほらなんか紙のノートを使ってるみたいな感覚なんですけど、結構そこが気に入っていて、こうなんか手に取った時にテンションが上がるので、こういうね、Kindle とかは2ページ目にして、これはね1ページにしています。でなんかねやっぱ動作がめちゃくちゃサクサクですね。例えば Kindle とかを使ってみようと思うんですけど、 Kindle を表示するとこういう感じになるんですけど、ある程度こう早くないですかレスポンス。結構ねいい感じにこう書き換えとかも行ってくれていて、なんかねこの中身のラムが今回 4GB なんですけど、 4GB であることによってかなりねこうねサクサクとページ送りとかそういうのもできますね。でこれ今ねこう指でスライドするとこういう風にスライドされていくんですけど、 Kindle だと設定でこの音量ボタンをページ送りに設定することができます。これは個人的にやった方がいいと思ってて、これを押すとこんな感じでページ送りが1ページ1ページサクサク行えるんですよ。指でスライドだと結構ね目につく感じなので、ここはねこれで設定するとすごく快適に使えると思います。で手を持ち替える時はこうしてなんかね自動回転をオンにしておけば同じようにこっちでもできるっていう感じで、これはね最高。あとは地味にめちゃ使うのが Google Keep です。これは結構意外かもしれないんですけど、例えばねこんな感じでメモを表示するともうそのままこれ Android ベースなので、これでトバログみたいな感じでメモができるんですよ。若干ねこう書き換えが遅いみたいな
例えばね本を読みながらこっちでメモをしたいってなったら、読書しながらメモもねこれ1台で行えるのが地味にいいポイントです。であとはこれまで電子ペーパーでは本当にねおまけ程度な感じでしか使ってこなかったんですが、もう割とこう書き換えが早いのでサクサクこの目に優しい画面でこういう風にねテキストを読むことができます。こんな感じ。結構寝る前とかってスマートフォン見ながら暗くしたとしてもね結構明るいじゃないですか。なのでベッドに入った時にこれでこうね気になっていたインタビュー記事とかをストックしておいて後で読むみたいにして、でそのベッドに入った時にこういう風にね記事を読んだりとかがすごい快適に行えるので、ここは気に入ってるポイントですね。こんな風に動画も見ることができます。本当にこれはね YouTube でしかやらないと思うんですけど、動画が見れるってすごくないですか？音もちゃんと出ますね。結構こんな感じで。はい、ちなみに前に使っていたこのリーフ2とどのぐらいレスポンスの速度差があるのかなと思ってこんな感じで試しているんですけども、やっぱねめちゃくちゃ違います。2ギガと4ギガで起動時間だけでもこんなに違うのかっていう風にね驚くっていうところと、あとメニューのこのレスポンスとかはそこまで大差はないんですけど、例えばアプリを開いた時のねKindle で本を読むっていう一つの動作に関してもこうページ送りで結構このぐらいの差が生まれたりとか、あとはそもそも本を選んだりとかそういうところでもかなり顕著に差が出てくるかなと思います。これまでただ単に本を読むだけだから全然レスポンスとか気にしないやと思ってたんですけど、実際にこう新しいものを使ってしまうとここのレスポンスの差でめちゃくちゃ変化を感じてしまいますね。見た目とかね読みやすさとかは両方ともほとんど変わらないんですが、そこが大きな違いかなと思います。はい、というわけで今回はこのブークスの Go7 モノクロ版を実際に3週間ぐらい使ってみたんですけど、めちゃくちゃいいですね。いや結構ねここまで今電子書籍端末って進化してるのかみたいなところもねすごく感じるところなんですが、それによってすごい生活に馴染んでいくっていうところがめちゃくちゃいいです。普段の用途としては普通にこれでね Kindle で本を読んだりっていうのがメインなんですけど、意外といいなと思うのが結構ね寝る前のタブレット端末としてすごく今のところ使えてますね。例えば今ベッドに入って子供がね横で2人寝ているんですけども、そういう時って部屋も暗くしてるから iPad とかをね最低輝度にしても結構明るいんですよ。でそれでねタブレットを見続けながらよし寝るかってやってもちょっとね目がギラギラしてる感じがあるんですが、ブークスだと電子書籍ペーパーなのでその辺ね目に優しく寝つきもいいっていうところが結構気に入っています。で具体的に例えば Kindle で本を読んだりっていうのもそうなんですけど、あと本の中で気になったこととかをそのままね Chrome とかそういうのを使って、調べ物もできるので、そういった電子ペーパーなんだけどタブレット端末っていうところがやっぱりねすごくハマっているところです。しかもこれすごくいいのがレスポンスがめっちゃ速くなってるんですよ。前モデルと比較してみても思うんですけどめっちゃ速くなっていて、本当にねアプリ上の移動だったりとか、メモツールとかを使った時のね変換の現れる感じとかもサクサクなので、その辺もシームレスに使えるっていう理由の一つかなと思います。あとは地味にバッテリー持ちもそれなりに良くて、これねシャットダウンせずに普通にスリープモードでいつも使ってるんですが、だいたい3日から4日ぐらいはしっかりと持ってくれる感じですね。明るさの設定とか何を表示するかとかにもよるんですけど、僕の普段の使い方 Kindle を使ったり、時々キーボードを使ったりっていうそういうね使い方だったら全く問題なく使えています。で若干気になるポイントもあるんですけども、気になるところとしては、Android ベースっていうところで中にいろいろデータを持ってるじゃないですか。Kindle とかと比べて結構ね個人データも持っているので、パスワードとかをねこの
画面に入る時に入力する必要があるんですが、こんな感じでこのパスワード入力がちょっとめんどくさいですね。ここがもう少しシームレスになればなっていうところで、例えばねここに指紋認証センサーがあってポチって押すともうパスワード入力せずに使えるとか、そういう風だったらいいなと思います。パスワード時々ねこう取りこぼしたりしてもう一回入力みたいなこともあったりするので、その辺が若干ねシームレスじゃないかなってところですかね。あとやっぱスタイラスペンですね。結構寝る前にこうキーボード打ったりって話したんですが、ペンでこうちょっとメモを取りたいということもあるんですよ。 Android のクラウドベースのアプリとかで、例えばバーってメモを取ってクラウドにアップしておくとかね、寝る前これでやりたいんですけど、やっぱ専用のペンっていうところが引っかかりますね。専用のペン充電も必要だし、別途購入する必要もあるし、この端末でしかね使えないっていうことを考えるとちょっともったいないなっていう気がしちゃって、できればここはワコムのやつとかだったらよかったなっていう感じですかね。逆に言うとそのぐらいかな。なんかマイナスポイントとしては本当になんか見た目もすごくいいし、僕が普段持っているこういう持ち物ともねめちゃくちゃマッチしてくれるし、何より日常使いで、こういう極物っぽいものだけど普通に浸透して使えてるっていうのがすごく嬉しいところですね。はい、今後もこれはちょっと活用していこうかなと思います。あとは実際に結構ねこういうキーボードと組み合わせて面白い使い方もすごいやっていて、これめっちゃいいなって感じなので、これ別途ね動画でまとめたいんですけども、そういうところもね今後動画で紹介していこうと思っています。というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。是非気に入っていただけた方、チャンネル登録とかいいねボタン、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。とブログでした。